今から、仕事で台湾に弾丸なんですけども行ってきます。この前の伊勢丹の時にこのエレガンスのリップをいただいてすっごい良かったので、ちょっといろいろ欲しくなり、さっき免税店で日焼け止めと、あとずっと欲しかったこれできました。かわいい。試すの楽しみです。行ってきます。台北に着いたら交通系の IC カードを買いに来たんですけども、こういうキーホルダー型だったりいろんな柄があって結構迷ってしまいました。このスクーターを見るといよいよ台湾に来たなっていう感じがすごくします。ホテル着きました。今回はマディソンってとこにしてみました。いつものグローブトロッターを持って、すごいいい感じです。素敵。外のビューはなんかアクセスもいいとこらしいですよ。じゃーん。すごい素敵なホテルでロケーションも良かったです。ちょっと小籠包を食べてきました。皆さんこんにちは。今はですね夜なんですけども、台湾に昼くらいに着いて小籠包をパッて食べに行って、なんか眠くなっちゃってホテルでちょっと寝てみようかなと思って寝たら、いつの間にか 3,4 時間くらい寝ちゃってて、辺りが暗くなってきて、これからみんなでご飯に食べに行く時間になったので支度をしてきました最近ちょっと寝不足が続いてたので締め切りとかあって、なんか爆睡してました。今回台湾に来た理由はですね、商談です。製品生活っていうところがあるんですけども、すごく台湾では有名な、台湾ではというか日本にもあるんですけども、すごく有名な書店と、ちょっと雑貨だったりお茶飲むところがあったり、そういう、施設になっています。素晴らしいグッズがたくさん置いていて、私もなんか台湾でやるんだったらここがいいなって思ってたとこなので、明日お話をさせていただくために行きました。台湾なんでなのっていうあれなんですけども、私は高校時代をカナダで3年間過ごしていました。でそれは単純に何か新しいところで一人で頑張ってみたいなって思って行きました。なのでなかなか日本人がいない自分に一応厳しい環境に身を置こうと思って、学年で日本人が私だけってところの大学じゃないよ、高校にしたんですけども、その時に一緒に入ったインターナショナルな子として台湾の2人の友達と特別仲良くなって、みんな英語が喋れない頃から一緒になんていうの、今日は何々ができたとか、今日は何々と話せたとか、ちょっと会話ができるようになったとか、なんかそういうなんていうんだろうな、お互いがそれぞれ日常では頑張ってるんですけども、たまに3人で会って今日はどうだったとか、そういうなんていうんだろう、戦友のような気持ちの親友がいます。結構毎年くらいかな、コロナの前は来ていて、すごく台湾は私にとって2つ目の母国というか、すごく温かくて愛する、なんかお母さんお父さんのような国なので、何か自分の作品なり自分のグッズなり台湾で見れることがあったらいいなってずっと思っていました。ちょっときっかけがあって今回はその台湾の製品生活さんとお会いさせていただいて、気に入っていただければなんですけども、まだ明日の商談次第ですけども、取り扱っていただけるように商談しに行くところです。合間時間があるときはぜひ観光したいなと思っています。バイ。行ってきます。みんなとご飯待ち合わせたのは台北101っていうところなんですけども、私は火鍋が大好きで、そしたら毎回台湾に行った際はみんなが火鍋に連れてってくれます。こんな暑い日に鍋食べるなんて香りが来たから特別だからねっていう風にみんなにいつも言われています。美味しかったです。そしてこれが私の友人たちです。本当にいつも温かくウェルカムしてくれます。そして夜は明日商談をする S リートの店舗にも来ました。こんな風に
本屋さんですけども、雑貨だったりこういうポストカードも売ってるので、この中の一つとして置いてもらえないかなと思っています。台湾は夜が楽しくて、全部24時間だったり11時くらいまでお店がやってるので遊びました。今から商談行ってきます。激アツです。今ミーティングが終わりまして、無事にエスリートで置いてもらえることになりました。嬉しいです。無事に置いてもらえるかもということで、お礼も兼ねて台湾の神様にありがとうを伝えに行きました。ロンシャンスっていう台湾で一番古いお寺になります。何しろ暑いので、こうやってミストが定期的に上から降ってきます。色使いも独特ですごい目が喜んでいました。外のお庭も台湾ってこういう感じなんだと思いながら見ていました。暑かったので水見てるだけで涼しかったです。すっごい速度の速いタクシーに乗って次の場所へ向かいます。氷屋さんに来ました。マンゴーの旬の時期だけオープンしてるんですけども、ここは割と観光地なので外国の方がたくさんいらっしゃいました。頭がキーンとしちゃってかき氷1個食べるってことがないんですけども、これをサクサク食べれてしまって、今暫定1位に美味しいかき氷になっています。また食べたいです。夕方ちょっとお腹空いて、みんなでちょっとカニオコアを食べました。今から大直っていうところに行って蔦屋さんを見に行こうと思います。ちょっと今回は弾丸で決めたので、お会いするミーティングする機会はちょっとなかったんですけども、蔦屋の方とも話をしていたので、蔦屋の店舗も見に来ました。ここが展示ができるスペースだそうです。そして最後トーファ食べたことないって言ったらトーファも食べさせてくれて、このギャラリーも展示会場としてコンタクトを取っていたので見せていただきました。また鍋を食べに来ました。こんな風に先にお米を入れて、この上にスチームで野菜だったりこういう魚介だったりを蒸して、そうするとどんどん美味しい海鮮のエキスみたいのが下の米に染み込んでいって、この最後のおじやがすっごい美味しいんです。最後は台湾といえば足マッサージ、すんごい痛かったです。顔で我慢してました。おはようございます。今日はですねもう出発するだけの日なので、1個寺院に行って、もし行けたらもう1回だけ足もみ行って帰ろうと思います。じゃーん、トートバッグを持ってきました。それでは行ってきます。バイバイ。商売の神様の新ティエンゴンっていうところに来ました。最近では台北の市内のお寺では環境保護のためにお線香はもう使わないそうです。そして最後は友達に連れてってもらって足マッサージに最後来ました。やっぱりすごい軽くなって気持ちよかったです。もうすぐ出発です。空港なんですけども、めったに普段は飲まないタピオカをせっかくなので飲んでいます。美味しい。バイバイ台北。台湾またね。